ブオンジョルノ、ミキヤモコー。こんにちは、ネストスペースのコウです。今回は以前に何度かリクエストいただいていたペペロンチーノの作り方を皆さんとシェアしたいと思います。皆さんはパスタを作るときに乳化という言葉を聞いたことがありませんか？油と水が結合してソースのような状態になることを言うのですが、今回はその乳化を失敗なく確実に成功する方法をお伝えしたいと思います。ペペロンチーノの作り方は様々で、今切っているニンニクも細かく刻んだり、今回のようにスライスにしたり、はたまた軽く茹でてオリーブオイルと水でミキシングしてピュレ状にするなんていうおしゃれな方法まであります。今回はできるだけ単純かつニンニクを飾りとしても楽しめるように調理してみました。ところで皆さん、ペペロンチーノの正式名称はご存知ですか？少し長いんですが、アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノと言います。イタリア語の発音で言うと、アイオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノと言います。こんな説明をしている間に下準備の方が済んだみたいですね。オリーブオイル、ニンニクをフライパンに入れたら最初は強火にします。ニンニクから泡が出てシュワシュワとし始めたら、火を強火から弱火に切り替えます。ニンニクに弱火でじっくりと火を通し、うっすら色づき始めたら最後に飾るために取り出しておきます。次に刻んだパセリ、もしくはイタリアンパセリを加えて軽く炒めたら火を消します。そこに唐辛子を加えてオイルに残った余熱で香りをじっくり抽出します。1、2分ほどで唐辛子も取り出して最後の飾りに使用します。そしてここからがポイント。これでこのフライパンに火をつけることは最後までありません。理由は後で説明しますね。パスタを茹でるお湯にたくさん塩を入れるのは、麺自体に塩味をつけておく、そしてソースにその茹で汁を使うということが理由に挙げられます。そして実はもう一つ、麺にコシが生まれるんです。大体は塩分濃度が 1% になるように1リットルにつき 10g の塩を入れるんですが、今回は後で味の調節をしなくても済むように 1.5% 濃度にしました。麺をお湯に入れたら、最初の10秒くらいは麺同士がくっつかないようにかき混ぜてください。さて、茹で汁をフライパンのオイルに加えるのですが、
その量はオリーブオイルの量と同じくらいです。だいたい2、3回に分けて茹で汁を加えてフライパンを揺すって乳化させていきます。もしここでフライパンに火がついていると、せっかく乳化し始めたソースも水が蒸気となって逃げていくので、どんどん分離し始めます。なので火はつけないようにしてください。表記された茹で時間より1分ほど早めに麺を引き上げたら、水気をしっかりと切ってください。水気がたくさん残っているとソースに水が加わり、また乳化させないといけなくなるからです。麺と乳化したソースをよく和えたら出来上がりなんですが、ここで秘密兵器。もしそれでも乳化がうまくいかないという方は、ほんの一かけらバターを加えてかき混ぜてください。バターには乳化を手助けする効果があるんです。しかも隠し味としてパスタにコクが少し加わり、旨味がぐっと上がります。しっかりかき混ぜたら温めたお皿に盛り付けます。飾りにじっくり焼いたニンニクとパリッと香ばしい唐辛子をトッピングしたら出来上がりです。ぜひ皆さんもペペロンチーノ作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャオ。